互い構え。はい、追いつきして。はい、前蹴り。次は、じゃあ、遠慮なしでやってみよう。自分の反撃が間に合うようなら、それを受けてから前蹴り。はい。これは約束組手といって、型の中の一部分を抜き出し、攻防を学ぶという伝統的な稽古方法で、100年以上前から、あらゆる道場で行われています。相手の攻撃を受け、反撃するというのが一般的ですが、多くの人が疑問に感じる場面でもあると思います。美しいが、人間は本当にこのように戦うのか、お互いがタイミングも間合いもキープし続けることはあり得るのかと。殴ったら取っ組み合う、相手とタイミングは合わせない。パンチ付きとはもっと早く、連打される。というのが我々の慣れ親しんだ自然な人間の戦いのはずです。この実験をご覧ください。予備動作なしで、平均的なパンチの速度の200メートルセカンドで動くよう、このロボットは設定されています。ブロックを試みますが、腕が下がった状態では明らかに間に合いません。腕を胸で組んでも間に合いません。腕を上げた状態なら簡単にブロックできます。腕を少し下げても簡単です。誰かを近寄らせるなら、腕を上げてブロックに備えるべき、と締めくくります。そして実際に受け技を検証してみました。このパンチが飛んでくる機械、これは全く間に合わないけど、これなら割と全部取るとっていうのがあっただからボクシングは、こうなんです。これだけどかすだけ、パーリングです。パーリングです。そしたら受けを頑張って使おうと思うとやっぱこうなると思うんですけど、じゃあ型で動作が大きすぎるわけですよ、肩の受けは。だって後出しじゃんけんなんです、受けっていうのは。相手が出してくる手に対してこっちは後出しなのに最低でも同時に間に合わせないといけない。すると動きが大きい動作に動きが大きい動作だったら不利だから負けるんです。動きが大きい攻撃に対して細かい受けだったら間に合う可能性があると。それが現実的な受け。型通りに受けを使ってみました。ここにあったら意外といけるのかもしれない。流す、これ受けというよりはもう受けじゃないんだよな。しては無意識についた手を止めてしまっていますが、引きをすると受けは空振ってしまいます。このことからついてきた相手の腕を攻撃する、砕き受けも現実的ではないとわかります。受けは動作が大きいんだ。仮に受けてください、先に。受けてしまうと相手に追撃を許してしまいます。今度は他にもよく見られる、ついた手を取るというのを検証しました。ついてきた手をなんか片手取って投げるっていうのなんですけど、じゃあ中段つくんで。中段つくと普通ないんだけどな。上段つきます。右の上につきます。どれはする？基本的には取りにくいです。めちゃくちゃ。ちゃんと引きをちゃんとしています。引きを行うと取られなくなりました。リスキーなの。掴むってこういう、やっぱ掴もうとして掴むといつくんですよ、自分の心身が。すると掴めなかった場合にスキーになる。ワンツーで入ってきたらそう掴めたらいいんだけど。掴もうとすると予想外の動きに意識が向きません。ご覧いただけるように、約束組手や型分解では、してが無意識のうちについた腕を受け手の目の前で止めています。そうしなければ相手は受けができないからです。制限のない自然な戦いにおいては、打撃の後は取っ組み合いになるのがよく見られます。MMA のような制限の比較的少ない競技でも、打撃で決まらなければ、タックルや取っ組み合いに移行することが多く、受けや約束組手のような間合いは皆無です。ボクシングではクリンチは中断され、ムエタイ等では首相撲に展開します。このように受けや約束組手の間合いは、発生しがたいのがわかります。受けは使えないので、日本武道の攻防は基本的に正中線の取り合いになります。前手が邪魔だから入っていく。で、これが仮に防がれたとしても、次こっち行けばいい。これは相手の手が止まってるから取れるだけです。というより邪魔だから動かしてるだけ。これでいくわ。相手の上
足は地面を、手は相手を。正中線上に置いていればついて、これ、なんか入っていく。相手の武器を殺す動きだったら、有効。今度は内パンチという型で受けた場合と正中線を取った場合を比較しました。なんですよ。今度は、受けられたときに、1だと思うんですか。追い付きの2を合わせます。やはり追撃が可能になってしまいます。今度は喉が開いてます。軽い。喉は正中線を抑えると追撃ができません。連打ができないのがわかります。喉取られると全く入っていけない。全く入っていけないし、受けると近いんです。そう。何かしらできない。でも喉取られるとちょっとリーチ差があってもどうしようもないので。互いの正中線を結んだ線を演武線と呼びますが、正中線を取られると演武線から弾き出され、体勢の維持すら困難です。自分の攻撃できるラインがここじゃないですか。喉が取られるといなくなるんですよね。だから正中線取り合いをして勝ったんですよ。合衆で。合衆と一緒。手を構えて。これで入ったわけです。こっちが正中線取ったから、これで入ってもそう。仮にこう来ても、こっちの方が入るわけです、重みが。よりまっすぐ取った方が。ちょっともう一回いいですか。今、山口さんはこっちに来れてるんですけど、自分これのせいでこっちにしか行かれなくなっていないし動けないしっていうので、やっぱここ取られるのは怖いです。これで入ってから嫌なんですよ。自分も歩ければまだそれでキープできるから、勝負になるんですよ。今、自分入ってっただけなんですよ。こっちに入ってって。お互いの正中線に向かってプレッシャーをかけ合うようにします。その歩き方する相手だともう余裕じゃないんだよね。重心が体の外に出ていて、瞬時に動ける状態を居ついていないと言います。ステップのように居ついてしまうとプレッシャーはかけられません。ステップは居つきの連続ですから。で浮いてる瞬間も美しい。ここで止まった瞬間もやっぱりつくんですよ。で、右と左が入れ替わらないから、どっちが来るか分かりやすいし。ちなみに無双界では、受けと言われているところは、大半が首投げと解釈しています。受けはこの投げる動作を、打撃に当てはめたがために生まれた誤解、と考えています。いかがでしたか？受け技や約束組手、型分解の非合理性がご理解いただけたかと思います。今までの内容をまとめます。受けは、仮に受けられたとしても有利な状況を作り出せないので、相手の連打やタックルを許してしまうし、そもそも自分と同等以上の速さの相手には使えない。100歩譲ってパリングならできるが、型や約束組手、型分解通りには使えない。受けは、型の動作を無理に打撃に当てはめたがために生まれた誤解曲解で、受けが使える瞬間というのは、連打の禁止、タックルの禁止、移動の禁止、ついた腕を引くことの禁止、という極めて不自然な状況になる。正中線を取ると、相手の行動を制限でき、有利な状況を作り出せるので、より合理的、という感じになると思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価をお願いします。